皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。何らかの個体単体に固定化された構想を使って触媒反応を行うと、多くの場合、基質濃度の変化が遅くなり、反応速度の低下が起こります。これは固定化酵素経緯では、酵素が水溶液に溶解している経緯、すなわち有利酵素経緯と異なり、酵素が基質にすぐに作用できないからです。反応が起こるには、基質はまず酵素の元まで濃度勾配を推進力として拡散しなければなりません。その拡散距離は固定化されている酵素の位置ごとに異なります。すべての酵素反応は基本的にミカエリスメンテン機構に従って進みますが、反応速度を計算する場合、拡散現象を考慮しなければなりません。固定化酵素の反応速度はミカエリスメンテン式に似た形で表すことができます。しかし、式中の速度パラメータ、すなわち最大反応速度とミカエリス乗数は真の値ではなく見かけの値です。これからのいくつかの動画では、私が35年前に誘導した見かけの速度パラメータの一般式について詳しくお話しします。おそらく皆さんが興味のある経緯において斬新な数式モデルを構築し、論文を書く際の参考になるかもしれません。今回の最初の動画では、固定化酵素反応でなぜ理論的な研究が必要なのかの話題を取り上げます。固定化酵素とは、酵素を個体の表面や細胞内などに固定化し、その場所から移動できないようにしたもののことでしたね。酵素には基質特異性、反応特異性という機能があります。基質特異性は、その酵素が特定の基質にのみ作用することです。また、反応特異性は、その酵素が作用した基質から始まる特定の反応のみを触媒することです。身近な例を挙げて説明しましょう。でんぷんはグルコース、すなわちブドウ糖が結合した高分子です。これに作用して触媒反応を引き起こす酵素には様々な種類があります。実のところ、私はこの分野で工学的研究を行い、博士号を取得しました。グルコアミラーゼという酵素は、でんぷん分子の末端に作用し、グルコース間の結合を切断します。私たちはこの機能を利用し、高純度のブドウ糖液を製造しています。ベータアミラーゼという酵素は、グルコースが2個結合したマルトースごとにでんぷん分子を切断します。グルコースが3個結合したマルトトリオースを生成する酵素もあります。さらに面白いのは CZT アーゼです。これは直鎖状に結合したでんぷん分子を一定の個数で切断するのと同時に、両端を結合させて環状構造のシクロデキストリンを生成します。グルコースの個数が6個、7個、8個のものをそれぞれアルファシクロデキストリン、ベータシクロデキストリン、ガンマシクロデキストリンと言います。間の空洞にはさまざまな化学物質が放出されます。
私たちの身近にあるシクロデキストリンの利用法は、わさびの辛みの成分であるアリルイソチオシアネートに対するものです。わさびの細胞内にはシニグリンという配糖体とミロシナーゼという酵素が別々の区画に存在します。わさびをおろすと細胞が壊れ、これらが接触し AITC が生成します。AITC は揮発性が高く、辛み成分はすぐに失われてしまいます。したがって私の小さい頃はわさびの辛さを簡単に味わうことはできませんでした。2003年に日本の食品会社が AITC をベータシクロデキストリンの空洞に包摂した製品を市販しました。これにより家庭でもわさびを刺身などに用いることができるようになりました。酵素の応用について話を始めると時間が足りなくなります。実は日本はこの分野において多くの貢献をしており、例を挙げればきりがありません。よってこれくらいで止めて話を先に進めることにします。前述のように酵素には基質特異性と反応特異性があります。これらの酵素の特殊な機能を利用しようという考えが生まれたのは必然的です。しかし、酵素は水溶性が高いため、繰り返して使用することが容易ではありません。このため、酵素を固体材料に固定化して利用する固定化酵素の実用化の研究が1950年代からスタートしました。これに伴い、固定化酵素の反応機構を理論的に明らかにする研究も盛んに行われるようになりました。有利酵素反応と同じように、固定化酵素反応も局所的には見返り数メンテン式に従います。ここで V は反応速度、S は基質濃度、Vm は最大反応速度、Km は見返り数乗数を表します。しかし、反応と拡散の減少を含めた反応速度の計算には、見返り数メンテン式に触媒有効係数をかけた2式を使わなければなりません。ここで EF は触媒有効係数です。また SB は液本体中の基質濃度であり、固定化された酵素の元での基質濃度ではないことに注意してください。多くの研究者が2式を見返り数メンテン式と全く同じ形で表すことに挑みました。しかし、それらはすべて近似的に表したものでした。私は大学院生の頃、2式を近似することなしに、厳密に見返り数メンテン式の形で表すことに成功しました。それが3式です。式中の VMAPP と KMAPP は、それぞれの見かけの最大反応速度と見返り数乗数です。これについては後の動画で詳しく説明します。2式中の触媒有効係数 EF は、固定化された酵素がどのくらい有効に利用されているかを表す指標です。これを計算するには、前のいくつもの動画で説明したように、2点境界値問題を数値計算法により解かなければなりません。触媒有効係数が1のとき、
酵素のもとには常に基質が存在し、反応は有利酵素系と同じ速度で起こります。一方、触媒有効係数が1よりも小さくなるほど、基質は酵素に達するまでに長い時間が必要であることを表します。このような条件では、反応速度が大きく低下します。したがって、固定化酵素反応プロセスの実用化では、反応速度がどれくらい低下するのか、あるいはどうすれば反応速度の低下を極力抑えることができるのかを予測できなくてはなりません。これにより、固定化酵素反応では現象の解明ばかりでなく、固定化酵素反応機の設計法の構築を含めた理論的研究が重要となったのです。報告された論文数は何万にも及びます。次回はこの理論的研究の中で行われた見かけの速度パラメータに関する研究の歴史について触れることにします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。